はい、どうも皆さん、こんばんは。WD2023 スタジオズでございます。本日はですね、2023年10月の12日、ファンタジースプリングスの様子を見ていきたいなと思います。というわけで、このオープニングから皆さんわかる通り、今回は若干違う動画となっておりますが、それでね、早速やっていきましょう。東京ディズニーランドステーションを出たところになります。本日の内容、このような形でやっていきます。まずはリゾートラインからの様子、ベイサイドステーション周辺、そして画像解説やっていくんですけども、いつもよりね、短い動画となっております。こちらの方はですね、新スペースマウンテン周辺工事の様子でございますけども、掘削の範囲、はい、奥のところ円形になっておりますが、拡大しておりますね。はい、それではですね、この奥のところはラプンツェルの森、そしてこちらノースマウンテンフローズンジャーニーでございますけども、注目点はもちろんアイスパレスですね。こちら A サのアイスパレスをノースマウンテンのところに作っておりますが、はい、ここは足場、そしててっぺんの方までなんとできてきております。前回ですね、ここ置いてあったアイスパレスの先端もくっつけられたのでですね、こちらにはないといったところです。そしてこちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのファンタジーシャトーですね。その前の駐車場、そしてゲートがあります。そしてこの後見えてきますのが同じく東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのこちら車寄せドーズムの周辺となっているわけですね。だいぶこの辺もすごいできてきてますね。キャラクターロック、ここ噴水おそらくあるんですけども、この辺も足場がね、若干外れているのがわかります。そしてくるまれた街灯などがありますね。そしてグランドシャトーの駐車場の入り口が手前にありまして、そしてその周辺のパークエントランスですね。はい、こちらネバラのアベレチャーですね。グランドシャトーに奥にラプンツェルの森、ジョリーロ、ジャーゴ、ピクシーホロ、アレンデール城に、こちらノースマウンテン、フローズンジャーニー、エルサのアイスパレスもあります。アレンデールの街、ファンタジーシャトーの中庭にレストラン、そしてメイン塔のドームです。そしてこちらが、はい、ネバラのアドベンチャーの箱に、ファンタジースプリングスのエントランス CP とですね、続いてはですね、サンプルヤードを見ていきましょう。こちらサンプルヤードでございます。この後はですね、ベイサイドステーション周辺注目点だけね、見ていった後、画像解説、こちらも注目点だけ見ていきたいなと思います。どうぞ。はい、こちらベイサイドステーション降りて改札出たところになります。こちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前となっておりまして、足場外れていっておりますが、まだ足場残っているところ、こちらでございますね。ここを寄っていっているところがですね、今足場組んで塗装などなど、行っていってるっていう感じですね。上のところ針金みたいなね、骨組みがあるんですけども、そこに関してはおそらくフェイクグリーンが設置されるものと思われます。で緑色のね、塗装なども加わっているような感じです。そしてその前のところはですね、おそらく手荷物検査場と思われる場所ですね。屋根のところ装飾の方が進められております。そしてその周辺植栽を植えられたり、街灯をつけられたり、そしてこの足のところでですね、ここに、はい、敷き詰められている石レンガが、だいぶね、ここの辺まで来ておりますが、綺麗に敷き詰められているといった現状になります。はい、そしてこちら、ネバーランドになりますけども、こちらネバーランドマウンテンがここにありますが、その左側のところにありますのが、ルックアウトクックアウトのロックワーク、なんと裏側足場外れたんですよね。急になくなりました。そして、はい、この端っこの方もですね、ロックワーク綺麗に外れております。そしてここね、盛り土がなくなっておりますね。はい、そして画像解説。1枚目、こちらでございます。こちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前、先ほど映像で見ていったところになりますけども、こちら画像でも見ていきましょう。ここね、本当に美しくなってきておりますが、石レンガのところはですね、縦に積んであるところ、色分けがされることでですね、かなりはっきりとした色彩になってきております。そして中央のところに関しては、まだ足場組んでおりまして、こちらの方はですね、また後ほど拡大して見ていくわけですけども、その手前のところはですね、ここ、手荷物検査場の屋根、はい、ここありますね。まだ足場組んでいて、防音壁でね、囲まれているので、何かしらその中での作業が行われているものと思われます。前回は中の足場を外していっているような作業が行われていたので、防音壁のシートが加えられることで、また何かね、中で作業が行われているものと思われます。そしてその手荷物検査場と思われる場所の周辺ですね、このような形で、はい、ここ石レンガが非常に綺麗なね、模様で敷かれておりますね。この形ごとにですね、このカットしてここ敷き詰められているので、非常に細かいですね、もうかなり洗練された作業がこちらでは行われております。見てわかる通りですね、隙間なく敷き詰められていて、本当に素晴らしい手先の作業になっております。早くですね、この上を歩ける日が楽しみですね。現在はですね、この写真では右側の方の
皮脂レンガを敷き詰めておりました。そして先ほどのパークエントランス中央のところを拡大して見ていくとですね、真ん中には黄色いハスのようなね、模様がありますけども、その周辺のね、ペイント、塗装などが行われているものと思われます。そして主にね、徐々に変化が見られているのが、この乳白色の装飾の上の部分ですね。こちらにおそらくフェイクグリーンの骨組みと思われるものがあります。前回よりも若干緑色になっているような感じにもなっておりますが、骨組みのね、強化、そして、この辺の塗装がね、されているものと思われます。フェイクグリーンということなので、作り物の増加とか、植物がこちらになるんですけども、骨組みもやっぱり違和感なく設置されるといったところで、おそらくそれで緑色に塗装がされているものと思われます。いや、本当にこの辺も非常にいいデザインとなりましたよね。おそらくですね、ファンタジースプリングスホテルっていうものが周辺のオフィシャルホテルにですね、忖度ってね、寄せるような形で、デザインがされているものと思われます。ただですね、このパークエントランス、そして、このファンタジースプリングスホテルに入っていく、車寄せのドームに関してはですね、パーク外になってはいますけども、非常に細かく美しい塗装だったりとか、デザイン、造形が見られております。色彩もよりはっきりしているといったところになりますので、パーク内のファンタジースプリングスに入っていく場所ですからね、非常に美しい作りとなっております。よりファンタジー感をね、感じられるようなパークエントランス、そして、ホテルのね、エントランスとなることでしょう。そして、前回から変わりましたと言っていた、ルックアウトクックアウトのロックワークの裏のところですね。なぜかもう急に足場がもうすべて外れましたね。ほんとここね、緑色の壁のところ全部あったんですよ。新たな緑壁出現かといったところにはなるんですけども。はい、ここね、足場が綺麗にもうすべてなくなりましたね。左側にね、ちょろっと見えているロックワークに関しても、足場外して塗装して、埋めてね、そういった作業をして、もう完成といったところになりますので、確かにルックアウトクックアウトの裏に関しても、足場はね、不要といったところで、外されたんではないでしょうかね。かなりロックワークも綺麗ですよね、ここから見るものも。そしてそのロックワークのですね、左側のところ、グレーのね、セメントの壁があるんですけども、ここはですね、ピクシーホロー裏の盛り土があった場所になるんですけども、一度すべて、はい、ここなくしております。発泡スチロールとかもね、すべてなくしておりまして、新たに設置し直しているといった作業が行われております。その手前にですね、ちょうど今クレーンで、植栽を釣って、パーク側に持って行ってるという作業がありまして、クレーン自体はかなり大きさがあるので、この盛り土をね、動かしながら、そのクレーンをね、使っての作業を行っておりまして、おそらくそのクレーンの作業が終わってから、こちらの盛り土も再設置されるものと思われます。この盛り土に関しては、前回設置されていたものよりですね、やや左側に大きく出るような形になりそうではあるので、盛り土自体の大きさを大きくするっていう目的が一つと、あとはクレーンをね、使っての作業をするためっていう目的が二つね、おそらく考えられますので、そういったところでこの盛り土が一回撤去されてまた再設されているといったところではないでしょうか。はい、続いての画像こちらでございます。アレンデール関連になりまして、アレンデール城ですね。はい、こちらも非常に美しいね、お城となっているわけですけども、木造建築になっておりまして、実際に鉄骨とかしっかり使ってはいるんですけども、イマジニアの皆さんによって、このような形で木造のね、非常に美しい風化したエンジン確保もされているといったアレンデール城になっております。上の方はもう完成しておりまして、その下のところですね。こちらに関してはまだ屋根に沿っての鉄骨をね、あるような感じで、ただ、前回よりもだいぶ塗装進んでるように見れますね。いや、本当にすごいですね。もう10日間ぐらいしか前回から経っていないんですけども、ここまで作業がね、はい、進んでいるといった形で、アレンデール城もね、完成に向かっているんではないでしょうか。まだ外装だけですね。内装がどこまでできているかっていったところはね、本当にもう完成してみないと見ることはできないんですけども、この外装のアレンデール城はですね、ここまでできております。はい、続いて、前々回ぐらいからですね、こちら変化が見られております、ノースマウンテンフローズンジャーニーでございます。ついに設置されております、エルサのアイスパレス。なんと上まで設置されましたね。このエルサのアイスパレスも、このノースマウンテンの裏にですね、この先端のパーツの一部が置いてあったわけですけども、
今回はね、それがなくなっていて、こちらのエルサのアイスパレス本体にも設置されたといったところで、上から下まで8割ぐらいね、完成といったところでいいんではないでしょうか。細かいね、塗装の調整とかを行い、さらにですね、階段とかも設置されたりといったところで、その辺の細かい作業はまだ残っているんですけども、こんな感じですね。非常にノースマウンテンに入る。そして結構大きいですよね。実際映画を見てみると、ノースマウンテンの先端に届くぐらいのね、エルサのアイスパレスではあるんですけども、こうやってね、実際に見てみると本当に大きく、かなり迫力あるエルサのアイスパレスが見ることができそうです。ちょっと拡大してみていきましょう。はい、こちらエルサのアイスパレスだけをこちらにね、映させてもらっておりますが、氷のね、透明感こそないんですけども、青白っぽいようなね、そういった氷の質感が感じられるんではないでしょうか。香港ディズニーランドにもエルサのアイスパレスできているんですけども、色彩としてはね、その香港のエルサのアイスパレスと同じような感じになっていると思われます。そしてですね、こちらエルサがいたテラスのところになりますが、はい、ここは大きくはね、変わりはなさそうですけども、ちっちゃいですよね。人がね、ここに作業の方がいたんですけども、そこと比べるとだいぶ小さいですね。境界遠近法が使われていて、実際に人が立ってみるとそのね、ものの実際の大きさっていうものが分かってくるんですけど、パーク内から見てみると、実際の大きさよりもより大きく迫力ある見える、エルサのアイスパレスとなりそうですね。比較的その境界遠近法っていうものはね、このディズニーパークであらゆるものに使われているものを大きく見せるような手法になっております。そしてそのテラスの下のところはですね、エルサとかアナとかがね、出入りしていたエルサのアイスパレスの入り口があります。ここからアーチ状にですね、階段が伸びていくといった形になりますね。いやー、エルサのアイスパレスも本当に楽しみですね。いい感じにできてきておりますので、この足場がね、取れて、全体が見えた姿がですね、今後楽しみなところであるんではないでしょうか。はい、それではですね、いかがだったでしょうか。2023年10月の12日、ファンタジースプリングスの様子でございました。今回はね、ちょっと短い動画でありますけども、お楽しみいただけたんではないでしょうか。ハロウィンもね、始まっておりますけども、もう1年切ってますからね、ファンタジースプリングスオープンまで。それまでね、本当に楽しみに待っていきましょう。それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そしてですね、皆さんなんとチャンネル登録2023に突破いたしました。本当にありがとうございます。ということで、感謝のね、気持ちを込めてアメリカちょっと渡航前にですね、皆さんにこの動画を上げたいなと思って、今回短い動画にはなるんですけども、上げさせてもらいました。本当にありがとうございます。そしてですね、私、WD23 スタジオズはですね、SNS、Twitter、X、Instagram、スレッズもやっておりますので、そちらのフォローお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。